ファッションで人生が変わる。これからは自分の心に素直になって、自分が喜ぶものだけを選び抜いていく。シンプルを目指すと心はリッチに。ファッションを使ってシンプルリッチな生き方を目指すと、見た目や印象が変わるのはもちろんのこと、気持ちが変わり、マインドが変わり、なりたい自分へとぐんぐん近づいていきます。この本はファッションやメイクのノウハウをお伝えするものではありません。ファッションを見直すことで自分の見た目だけでなく、人生までも変わるということをお伝えする本です。仕事や恋愛、人間関係が驚くほどうまく回り始めるのです。私はこれまで、例えばショッピングが本当にストレスでしかない。服や靴も何が必要で何が不要か迷って捨てられない。といったおしゃれに迷う方々のあらゆる悩みにシンプルな思考で解決してきました。ある方はそれまで黒いパンツスーツばかり着ていました。これしか似合わないと思い込んでいたからです。けれど私と一緒に服選びをしていて気になっていた淡いピンク色のワンピースにチャレンジしてみました。するとその瞬間から背筋がスッと伸び、歩き方が優雅になりました。だんだん笑顔が増え、女性らしさが出てきたのです。彼女の心にも変化があったようです。私もこんな服を着てもいいのだと思ったら、自分はこれでいいと初めて自分を認めることができたというのです。その後、彼女は好きな色の服を着る機会が増えました。すると、仕事の制約率が上がり、売り上げが3倍になったのです。新規の仕事も次々やってくるようになったといいます。また、これまで全くモテないと悩んでいたある方は、着たい服と似合う服は違うと思い、自分に合いそうな服ばかりを着ていました。けれど、自分が本当に着たい服は何かを見直し、心に従って選ぶようになったところ、急に男性から声をかけられることが増えたのです。今では素敵な彼とお付き合いし始めました。さらに夫婦仲に悩んでいたある方は、着やすい服、安い服から自分の着たい服に服選びの基準を変えたところ、夫との会話が増え、今ではこれまでで一番仲良く楽しく過ごしているそうです。いずれのケースも変えたのはファッションだけ。なのにこんなにもいい変化が見られるようになりました。表情は生き生きと豊かになり、笑顔がぐんと増え、とても明るく楽しそうになったのです。また、立ち居振る舞いも変わります。背筋も伸びて自信があるように見えます。話し方も堂々としていて、自分の意見を言える人が増えます。自分の好きな服やメイクにするだけでここまで変わるの？とびっくりするくらいです。では、なぜファッションが変わると、このように考え方や生き方が、つまりはその先の人生まで変わってしまうのでしょうか。一言で言うと、自分自身と向き合うことで、自分を心から大切に愛せるようになったということなのです。おしゃれは誰のためにするのでしょう。誰かに見られているから？彼に褒められたいから？いいえ、本当は自分自身のためです。しかしながら、それを実践している人はまだまだ少数だと思います。つい、周りからよく見られたいから、好きな服と似合う服は違うから、洋服は消耗品だから安いものを適当に着ればいいと考えてしまいがち。その気持ちを少しだけ見直してみましょう。自分の好きなものだけを身につけ、必要のないものはどんどん削ぎ落としていくうちに、自分にとって本当に必要なものは何かが見えてきます。思考をシンプルにしようと思っても、頭の中を整理することはなかなか難しいですが、クローゼットの中の服だったら、手を動かせば作業ができます。自分の必要なものと不要なものを分け、着たい服だけを選んでいく。こうして身の回りをシンプルにすればするほど、それに反比例するように心は豊か、リッチになっていく。それが
これからの時代にふさわしいシンプルリッチな生き方です。本書ではシンプルリッチな生き方をするためのいろいろな方法をご紹介しています。楽な気持ちで自分にできることから始めてみてください。あなたがもっともっと自由に、そして心豊かになれますように。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は着こなしで美しくなる35の習慣という本をご紹介します。皆さんはファッションに対してどんな考えをお持ちですか？ポジティブな考えもある一方で、自分に似合う服がわからない、コーディネートが難しくって、クローゼットに着ない服がたんまり、ファッションにはお金をかけたくないし、などなど、ネガティブ寄りな考え方や悩みもあると思います。でもね、実はファッションってただ身につけるものだったり、他人からの印象を変えるものじゃなくて、自分自身の内側を色濃く反映しているものなんですって。だから、ファッションに関する悩みは、あなた自身の悩みの表れ。つまり、ファッションの悩みを解決することは、あなたの人生の悩みを解決することにつながるというんです。ちょっと気になりますよね。冒頭にもありましたが、本書はファッションのコーディネート術やメイクのノウハウの本ではありません。本書はファッションを通して自分を見つめ、自分のファッションを見直すことで、人生をガラリと変えることができることを教えてくれる本なんです。引き寄せの法則でいういい気分やいい波動にファッションという観点からアプローチしていく感覚。個人的には幸せになる方法実践編という感じでかなり素敵な本だと思います。著者は大塚理恵子さん。心理学をも活用した独自のメソッドでファッションやメイクが苦手な女性起業家、経営者の原石を磨き、輝かせ、大変身させ、これまで3000名以上の人生を変えてこられたんです。そんな彼女が思考をシンプルにすると心が豊かになるというシンプルリッチな生き方にファッションでアプローチしていく方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。答えは超シンプル。着てみたいを着るだけ。どうしたら今の自分を変えることができますか？とよく聞かれます。そのような時、私はこう答えています。変わると自分で決めたその瞬間から、あなたはすでに変わり始めていますよ。まずは鏡に向かってにっこり微笑みながら、本当に綺麗だね、と大きな声で自分を褒めてみましょう。それが終わったらやってほしいことがあります。それは今までの思い込みを一旦すべて忘れることです。自分の中にあるこうでなければいけない、こうあるべきだ、私はこういう人だからというルールをすべて手放すのです。今着ている服、メイク、習慣などを忘れ、自分をニュートラルな状態に置きましょう。例えば洋服を買いに行って、あ、これいいなと思う赤い服があったとき、いつもだったら、でも赤だし、やめておこうかな。やっぱり黒の方が無難だし、と黒い服に手を伸ばしていたかもしれません。でも、今日からは少しだけ行動を変えてみましょう。赤が可愛いと思ったのになぜ黒い服を手にしたんだっけと自分に聞いてみましょう。赤だと派手すぎて自分にはきっと似合わない。黒の方が着回しが効くし、黒の方が長く着られそうだからという理由かもしれません。でもそういった意見は一旦忘れて
見た瞬間可愛いと感じたそのワクワクに注目するのです。赤い服なんてこれまであまり着たことがないし似合うかなという不安もあるかもしれません。そのような時は頭で考えるより、まず自分の気持ちに素直になって、とりあえず試着してみましょう。実際に着てみたらいつもより顔色が明るく見え、意外と似合っているかもしれません。やっぱり似合わなかったな。着てみたらそうでもなかった。でもいいんです。それもまた勉強。行動を起こして試着したあなたは、昨日より一歩進んでいます。何より赤い服を可愛いと思った自分の気持ちを大切にしたことが素晴らしいのです。このように自分の中にある固定観念をぶち破り、心の中の声に耳を傾けてみることが変化への大きな一歩になります。自分に合う服を着ることで心の中の焦りが消えて余裕すら出てきます。このように服やメイクは人生を変えるツールになるのです。ファッションは勇気。新しい色に挑戦してみる。生き方はファッションに現れる。素敵な人にはある共通点があります。それは自分をよく知っていることです。生き方がかっこいい人は大抵素敵です。センスがいいとも言えるかもしれません。特別な格好をしているわけでもない。シンプルな服を着ているのにおしゃれなんですよね。その人が着ているだけでなんだかとても洗練されて見えます。それはなぜかといえば、素敵な人は自分を分かっていて、自分に合ったものを着ているからです。ファッションは服だけではありません。ファッションという言葉はラテン語のファクティオ、作るに由来しています。新しく作るところから服に限らず、広く流行という意味を持つようになりました。つまり、ファッションは洋服なども含めたその人のライフスタイルを作ることと私は考えています。ですから、自分を持っている人、つまり自分軸がある人はすべてにおいてかっこよく映るのです。そう考えると、素の自分、無理のない自分を見せている人、かっこつけていない人がやはり素敵です。単に持つこと自体に憧れてハイブランド品を持っても、残念ながらそのブランドに負けてしまうことがあります。違和感、無理している感が出てしまっている場合です。自然と物事の奥底に隠れる本質が見えてしまうからです。ブランドでもノーブランドでも、どちらもさらりと自然に着こなせて、それが素敵なら最高ですね。自分をよく知ることが素敵の原点。好きか嫌いか、判断基準はシンプルに。私はシンプルリッチライフプロデューサーとして、その方のなりたい姿になるお手伝いをしています。プロデュースというと、外見に何かをどんどん追加していくイメージがあるかもしれませんが、むしろ逆です。まず、その方の周りにガチガチに固まった思い込みをすべて取り去って、その方の本質を見つけることから始めます。思い込みとは、例えば、私はロングヘアが似合うはず、ピンクや赤は似合わないとか、あんな風になりたいけれど、どうせ無理だし、という決めつけです。それらがなくなっていくと、本当はああなりたい、こういう服も着てみたい、という本音が見えてきます。自分の周りにある余計なものがすべてなくなるとどうなるでしょう。後には自分が本当に必要とするものだけが残ります。物も減り、心まで軽くなるでしょう。周りからの評価や過去に親や先生などから言われてきたこと、世の中で常識と言われていることなどを一旦全部忘れて、自分の心の奥底を見てみましょう。私は本当はこんな風になりたい。こんな雰囲気でいたい。こんな格好をしたい。その気持ちを全部受け止めてあげましょう。ああ、私はこんな気持ちを抱いていたのだな、と認めてあげるのです。それだけで心はスーッと軽くなり、癒されていきます。そう、
なりたい自分に近づくセルフブランディングは、実は最高のヒーリングでもあるのです。思い込み、周囲の評価、常識を全部手放し、心の奥底の本音を認める。なりたい自分に服を合わせる。私にはどのような服が似合いますか？よく聞かれる質問です。そんな時、私は似合う服を考える前に、あなたはどんな自分になりたいのですか？と答えます。なぜなら、なりたい自分の姿によって、服やメイク選びは大きく変わってくるからです。似合うというのは、服と今の自分が一体化しているイメージです。でもそれではいつも同じという罠にはまってしまいます。大切なのは、なりたい姿の服を選ぶこと。そのためには、まず自分のなりたい姿を知ることが大切です。では、なりたい姿って何でしょうか？それは自分の理想の未来かもしれません。半年後、1年後、3年後、あなたはどのような未来を描いていますか？バリバリ仕事をこなすキャリアウーマン？優しくてみんなから頼られる女性？クール、ふわっと可愛い愛されキャラ？なれるかどうか、似合うかどうかわからないということは忘れて、まず自分はどうなりたいかだけを考えてみましょう。そこからそんな自分に似合う服、着たい服を考えていくのです。自分はどうなりたいかが固まってくると、まず視点が変わります。そして着たい服も変わります。これまでスルーしてきたような服が急に素敵に見えてくることもあるでしょう。身近に素敵だなと思える人はいますか？もしくはテレビやネット、雑誌などでこんな人になれたらいいなと思う人はいるでしょうか？その人のどのようなところに惹かれるのか少し考えてみましょう。それがなりたい自分の要素の一つであることが多いからです。穏やかな雰囲気がいいのか、凛とした佇まいに憧れるのか、可愛らしさに惹かれるのか。なりたい姿イコールなりたい未来。それが自分の理想の姿でもあります。なりたい未来から逆算して考えると、それに合わせたファッションやメイクが自然と見えてくるのです。あなたの中にはダイヤモンドの原石が隠れています。それをまず探してみましょう。それがなりたい自分を見つけることです。原石が見つかったら、あとはそれを磨くだけ。ダイヤモンドのようにキラキラ輝く自分を作り上げていきましょう。なりたい自分を知り、その視点で世界を見る。イメチェンに年齢は関係ない。新しいことを始めるときにはドキドキして緊張しますよね。一歩を踏み出すのが怖いと思うこともあるでしょう。メイクやファッションも同じではないでしょうか。新色のリップを試してみたくても、もし似合わなかったらと悩んで、結局いつもと同じ色を買うこともよくあります。ずっとロングヘアを貫いてきた人がショートカットにするのも同じです。絶対似合いますよと美容師さんに言われてもかなりの決断が必要です。でもそれを乗り越えてチャレンジする勇気を持てる人が若さを保っている人です。20代はみんな若さという共通の魅力を持っています。差がつくのは30代を過ぎたあたりから。そうしてどんどん差がついていきます。もう若くないし、今更やっても仕方がないと新たな一歩を諦める人は30代でも老けていきます。一方、いくつになってもまだまだこれからと新しい服やメイク、自分のやりたいことにチャレンジする人は40代でも50代、60代、70代になっても年齢不詳。キラキラ輝いていて、むしろ若い頃よりも素敵に年を重ねている気がします。そう、これからは実年齢よりもマインド。まだまだこれからというマインドで過ごしていけば、いくらでもずっと若々しくいられます。もっともっと綺麗になろうというマインドでいれば、いくらでも綺麗になれます。
美しさをキープできるかどうかは、すべて自分のマインド次第。今日からめんどくさい、今更という言葉は封印しましょう。新しいことを始める、まだまだこれからのマインドが美しさをキープする。考え方や心の持ち方、つまり人生についてファッションという切り口で語られている本書。今までそんなアプローチを考えたことはありませんでした。でも確かに僕たちは必ず何らかの洋服を着ていますものね。それこそお風呂の時以外は何かしらの洋服を着ている。そこにはその洋服を選んで着た自分が映し出されていても不思議ではないんですよね。そしてファッションを見つめ直していくことで考え方や心の持ち方を変えていくっていうのがとっても面白い。本チャンネルをご覧になっていただいている方は他人軸じゃなく自分軸、ポジティブな感情が大切、いい気分やいい波動が願いを引き寄せるという考え方をご存知の方も多いと思います。本書ではファッションを通じてそういった考え方を具体的に実践していくための方法が語られています。引き寄せの実践方法としてもぴったりの内容です。いわゆるコーディネート術やメイク術といったハウツー系の本をお探しの方は本書はちょっと合わないかもしれません。ですが自分を変えたい、生き方を変える具体的な方法を知りたいという方にはぜひ読んでいただきたい一冊です。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。